こんばんは、八ヶ岳南麓 U ライフチャンネルです。今回の動画は、これが5000年前、世界が驚く縄文土器の最高峰、井戸尻考古館をお届けします。昭和31年の信濃境で開かれた講演会で、郷土の考古学者藤森栄一氏のほら、そこの君たちの足元にも縄文人が掘り出してくれるのを待っているんだ。その言葉をきっかけに立ち上がった地元有志の井戸尻遺跡保存会。その精神が今も続く考古館です。井戸尻考古館は今年国の史跡に指定された曽利遺跡の上に立っています。6月の27日まで曽利遺跡指定記念展が開催されています。この考古館を代表する土器の一つがこれです。水煙渦巻紋深鉢です。この土器のデザインは過去に完成はがきの切手のデザインに採用されています。それでは展示室に。今回は住居に注目した展示の見方をご紹介します。まずは東内遺跡9号住居史。縄文時代のタイムカプセルです。縄文人が生活をしていた時に火災にあったと考えられています。そのため、まさに生活の風景をそのまま残したような状態で発見されています。どのような道具をどのぐらい必要としたかがわかる、まさにタイムカプセルです。注目するのはこちら。狩猟に使う矢尻は2つしか出ていません。次の住居は東内遺跡32号住居史です。23点の土器がまとまって出土しています。土器をまとめて埋葬する住居だと考えられています。美しい土器が多く、写真撮影不可の土器造形の頂点に立つこの土器もこの住居から見つかっています。山梨長野の中部高地では他にもこのような住居が見つかっています。こちらは塩尻市の平出遺跡。公園内に大量出土した住居のレプリカが展示されています。東内遺跡もこのような状況だったかもしれません。次は曽利4号住居史。曽利遺跡の重要性が認識された住居です。4号というのは発掘から4番目に見つかったということです。発掘開始の早い段階でこんなにすごい土器がまとまって見つかった住居。水煙渦巻紋深鉢もこの住居から出ています。井戸尻考古館ではこれ以外にも美しくモダンなデザインの多くの浅鉢やたくさんの土偶たち。この土偶たちを地元の小学生が缶バッジにデザインして井戸尻考古館を応援しています。ガチャガチャぜひ回してみてください。井戸尻考古館に来たならばこの2体のスター土偶もぜひお忘れなく。井戸尻考古館では縄文中期農耕論が唱えられています。最初に紹介した住居の2点の矢尻からもわかるように、農耕に使ったと思われる石器の方が数多く出土しています。栗やくるみの炭化物、農作物を加工したと思われる食品の痕跡も数多く見つかっています。縄文人たちが農耕していた。この真実、あなたの目でぜひお確かめください。
もう一つ注目してもらいたいのは大花遺跡。1000点もの耳飾りが出土した村です。耳飾り製造に特化した村だと考えられています。糸尻考古館では写真撮影は許可されています。しかし、この表示のあるものは撮影ができません。縄文人が神として捉えていたと思われる土器たちです。彼らの思いに無遠慮にカメラを向けるのは控えていただければと思います。素晴らしい土器たちです。実際に訪れてご自身の目でご確認を。縄文時代中期は土器が一番華麗で装飾型の時代です。その中でも最高峰の土器が集まるのがこの糸尻考古館です。5000年前の最高傑作をじっくりとご鑑賞ください。ミュージアムショップもおすすめです。一番のおすすめは今年発売されたこれ一冊でソリ遺跡のすべてがわかるこの本。価格も500円、とってもリーズナブルです。考古館の外にも展示があります。こちらにも足を運んでみてください。そしてソリ遺跡に住んでいた縄文人が見ていた時と変わらない山々の風景。復元住居が建っている場所は糸尻遺跡です。中部高地の縄文人の集落はとても景色が良いところが多いです。その理由は一番人間がリラックスできる場所だったかもしれません。縄文人と同じ空気感を味わえるかもしれません。復元住居は入ることができます。入り口が低いので頭上に注意してください。井戸尻応援団の YouTube で小松館長がお話をしているのはこの住居です。井戸尻遺跡は四季を通じて楽しむことができます。春先には雪の積もった甲斐駒ヶ岳と色鮮やかな紅梅。初夏には数種類の古代ハスが咲くハス池。秋には縄文収穫祭。たくさんのお店やワークショップ、多くのイベントなども体験できます。物々交換もおすすめです。冬の景色も格別。でも展示室はとても寒いので暖かい格好でお越しください。4年後に新しい考古館の建設が予定されています。道路の向こうのこの畑が建設予定地です。井戸尻考古館といえばこの手書きの解説文。味があって歴史を感じるこの解説文のファンも多数います。新しい考古館ではどうなるのでしょうか。今回の動画いかがだったでしょうか。皆さんはどの展示品が一番心に刺さりましたか。本日も動画を最後までご覧いただきありがとうございます。もしお気に召したならば高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。